日本語耳ポッドキャストへようこそ。マリエです。このポッドキャストでは皆さんの耳を日本語耳にするためにいろいろなことを自然なスピードの自然な日本語で話していきます。トランスクリプトはウェブサイトから見ることができます。そしてこのエピソードには絶対に皆さんの日本語学習に役に立つリスニングマスタリーパックもつけてありますので、気になる人はぜひ日本語耳のウェブサイトをチェックしてみてください。ところで皆さんは1日に何時間ぐらいスマホを見てたり、ネットを使っていたり、AI を使っていたりしますか？日本語耳ポッドキャスト。はい、今週も始まりました日本語耳ポッドキャストです。皆さんどうですか？元気にしてますか？私は元気です。元気なんですけど、最近ちょっと頭の中が結構いっぱいになっちゃってます。しかもね、別に鬱になってるわけじゃないんで心配しないでほしいんですけど、結構孤独を感じてます、正直。私、仕事をフリーランスで全部一人でやっていて、自分の家で好きな時間に好きなだけ仕事ができるので、すごく贅沢な生活をさせてもらってるなぁと思うんですね。でもその反面、結構孤独なんです。仕事の同僚とかもいないし、何かをどうしようかなって悩んでることとかがあったとしても、全部一人で考えて、一人で決めて実行するみたいな感じだから、社会とつながってる感じっていうのがすごく感じにくいんですね。なので、ちょっと孤独を感じたりするわけなんですね。そんなこんなで頭の中がちょっとぐるぐるしている中考えていたんですけど、孤独感って、人間誰しもが少なからず感じることってあると思うんですよ。人間ってとても社会性のある生き物だから、孤独を感じることがあるっていうのは、当たり前だよなって思います。で、私の場合は、そのフリーランスっていうことがあって、ちょっと余計にそれがちょっと強いかもしれないんですけど、でも別にどんな仕事をしているかとか関係なく、普通にみんなあることだと思うんですね。でも、そこでちょっと私最近考えてしまうのは、その孤独感を無駄に強くしているものがあるなって感じるんです。皆さんは何だと思いますか？皆さん今速攻で答えが出てるんじゃないでしょうか？テクノロジーです。もっと言うと AI。私たちの生活に今すごい勢いで入ってきている AI ですけど、本当にとても便利ですよね。私ももちろん仕事でたくさん使っていて、そのおかげですごく効率的にできるようになった作業とかもいっぱいあるので、本当に素晴らしい発明だなと思います。ただ AI とかそれを使ってるアルゴリズムとかに結構私の生活、特に仕事面で振り回されている感っていうのがすごくあって嫌なんですね。でもこの先その AI なしの世界なんて多分もうありえないと思うので、嫌がってばかりじゃダメだなと思って、ちゃんといい付き合い方を考えなきゃいけないなと思っています。そう思ってるんですけど、でもそれがなかなか難しいなというところなんです。これは私が AI に対して思っていることですけど、皆さんどうですか？この AI の発達に不安とかそういうことは全然ありませんか？この今収録しているポッドキャストをシェアしている YouTube、Spotify、Apple Podcast ももちろん AI のアルゴリズムで成り立っているわけで、そのプラットフォームがなければ今こうやって皆さんにね、ポッドキャストを不特定多数の人に公開することもできないわけだから、本当にあってよかったなと思ってるんですね。でもそのアルゴリズムに常にコントロールされていることって人間にとって本当にいい影響を与えるのかなってちょっと私は疑問に思ってます。TikTok を何時間もスクロールしてしまうっていうのは脳を腐らせるみたいな話は皆さんも耳にしたことがある話だと思うんですけど、本当に脳が腐っていってる感じがします。しかも脳から来て精神面に対してもダメージがあるっていうのを本当に感じます。チャット GPT などの生成 AI もそれをどんどん使うことが習慣になっていったら、使わなかった時の自分の考えとか自分の仕事に対して自信を持てなくなる気がします。例えば、ちょっとめんどくさいから、E メールを AI に書いてもらっていたとして、それを続けていたら、自分の力だけで書いたメールっていうのは、もう他人に送れなくなってくると思うんです。自分が書いたメールじゃ、本当にこれでいいかどうかみたいなのが不安だから、とりあえず AI にもうちょっと綺麗にしてほしくなる、みたいな感じになると思うんですね。
今はギリギリまだ自分で E メールを作成することっていうのができますけど、多分近い将来、私自身それができなくなっていくんじゃないかと心配です。でもそれって自分より AI の力を信じてるっていうことじゃないですか。自分自身のことを信じるよりも AI を信じてるっていうことですよね。じゃあそれが社会全体そうなってしまったら、人間は AI しか信じていないっていうことになってくると思います。そしたら悲しいですよね。どんな世界になってしまうんだろうって私は少し不安に思っています。みんなはどう思ってるんだろう。私がちょっと考えすぎなだけでしょうか。しかもそうやって自分への自信とか人に対する信用とかが減ってきちゃっている上で、プラス AI だけじゃなくていろいろな機械化が進んで人と直接コミュニケーションを取るっていうことが激減してますよね。このコンビネーションって怖いなと思っています。レストランのオーダーも人に対してしていたのが、今はタブレットでオーダーをすることがすごく多くなったし、ホテルのチェックイン、チェックアウトとかも、専用の機械でやることが多くなりましたよね。この前私が日本に帰国した時に行ったユニクロのレジなんかはすごい機械でした。商品を全部まとめて所定の位置に置いたら、一瞬でどの製品がいくつそこに置かれているかっていうのを機械が自動で判断してくれて、そこでお会計を済ませるっていう感じでした。でも皆さん、ちょっと一緒に昔を思い出してみませんか？ Spotify じゃなくて、レンタル屋さんに行って CD を借りたり、Netflix じゃなくて、ビデオまたは DVD を借りて、でも返却日に返し忘れちゃったり。日本の皆さんはきっと私と同じようにTSUTAYAに行きまくっていたんじゃないでしょうか。電車の切符もそうですよね。今はスイカでピッてやりますけど、昔じゃあ日本を訪れてくれた観光客の人たちはきっと切符を買うこと自体が大冒険だったと思います。券売機の上にある迷路みたいな路線図。その中で日本語でしか書いていない駅名を探して見つけられたらいくらかがわかる。いくらか料金が分かったところで、そこからまた券売機と戦わなきゃいけない。でも券売機もやっぱりさっぱり分かんないから、駅員さんに聞くしかなくてっていうような。電車の切符の購入だけでもすごく時間がかかっただろうし、大変だったと思います。でもそれが逆になんだか貴重な経験として思い出に残ってたりするんじゃないでしょうか。私は子供の頃、家族でね、じゃあたまにはお蕎麦を取ろうかってなった時に、お蕎麦屋さんに電話で注文しなければいけませんでした。まだ子供だった私が、電話でみんなの分を注文することになったんですけど、電話をする前にすごい緊張するから、なんか心の中で、何回もどう言ったらいいか、どういうふうに話したらいいか、ちゃんと何回も練習して心の中で、で、すごくドキドキしながら電話をしたりして、そんなことがありました。でも今は全部アプリでささっと注文できて、誰とも話すことがなく、お蕎麦が家の前に届きますよね。オンラインで注文できるのはお蕎麦だけじゃないですね。何でも注文できますよね。例えば、靴もオンラインで買う人が多いんじゃないですか？私も今はもっぱらオンラインで靴を買いますけど、私が子供の頃は駅から家に帰る帰り道にはとある靴屋さんがあったんですね。そこの靴屋さんで小さい頃から靴を買ってきていたので、その靴屋のおばちゃんは私の小さい頃からの成長をずっと見てきてくれていました。だから大人になってからも実家に帰る際にその道を通ったりすると、あら、まさか何々さんのところのお姉ちゃん大きくなったわね、綺麗になっちゃって、なんて声をかけてくれていました。そういう人たちとの、近くも遠くもないような関係ってすごく貴重だと思うんですね。私はその靴屋のおばちゃんの名前も知らないし、電話番号だって知らないし、靴屋のおばちゃんは靴屋のおばちゃんなんですね。私にとって。その靴屋のおばちゃんからしても、私は近所の人のお孫さんだっていうだけであって、名前も覚えていないと思います。でも小さい頃からなんとなく見守ってくれている、そういう距離感の関係って今の時代だんだん存在しなくなってきていると思うんですね。
本当はそういう小さい人のつながりがいっぱいあることによって、私たち人間は無意識に救われてきた部分っていうのがあったと思うんですけど、それがどんどんなくなっていっていると感じます。SNS の使用で幸福度が下がって、しかも生成 AI を使いまくって、自分にも自信が余計になくなって、同時に生活のあらゆることが機械化されて、他人と話す機会っていうのが激減している。今、私たちが気づかないうちにすごいスピードで失っているものがあるように私は感じます。じゃあ、どうすればいいんでしょうか？だいたいこのポッドキャストを聞いてくれている人にも気持ちよく聞き終えてほしいっていうのがあるので、いつも私なりの答えを出してエピソードを締めるようにしているんですけど、でもね、すいません。今回は全然わかりません。運動をするのがいいとか、コールドシャワーのように体にちょっと負担を与えたりすると、脳のドーパミンのリセットになっていいとか、あとは普通にそのスマホの使用時間を制限するとか、そういうアドバイスはネット上でもそうだし、いろんな本にも書いてありましたけど、個人的にはそれが根本的な解決にはなっていない気がして、というかなるとは思えないんですね。なるのかな？その場しのぎの対策っていう感じがして、本当の解決策が欲しいんだけどなって、私は思っています。でもそんなのはないのかもしれないなんて思ってしまいます。でも一つだけ思うのは、こうやっていろいろ考えていると、ちょっとどんどん元気がなくなってしまうので、まずはできるだけあまり考えないようにして、毎日の小さい喜びに集中しようと、心がけてはいます。うちの犬と毎日森で散歩をするんですけど、私の犬は毎日同じ森なのに、毎日めちゃくちゃ楽しそうなんですね。匂いを嗅いでは楽しそうにして、最近ちょっと暖かくなってきたので、いい感じの風を気持ちよさそうに浴びたりして、あとはキツツキの音が聞こえたりしたら、何それみたいな顔して、すごい興奮して、あとは、ただただ嬉しさのあまりに急にダッシュしてみたりとか、毎日同じ場所で同じことをしているのに、毎日同じテンションで喜べているんですね。それってよく考えると素晴らしいことだなと思います。私たち人間に今必要なのって、新しいアプリでも AI でももっと便利な何かでもなくて、そういう毎日のルーティーンを思いっきり楽しんでいる犬みたいな、そういうような気持ちなのかもしれないと思います。皆さんどう思いますか？今回は私の悩み相談みたいになってしまったし、しかも私なりの答えが全然出ていないので、あまり面白くなかったかもしれないんですが、どうでしょうか？いつも以上に皆さんの感想、意見が気になっています。ぜひコメントで皆さんの考えを聞かせてもらえたら嬉しいです。日本語耳ポッドキャストは YouTube、Spotify、Apple Podcast で見たり聞いたりすることができます。この日本語耳ポッドキャストをより多くの人に聞いてもらいたいと思っています。なので、ぜひレビュー、評価をお願いします。また、感想やリクエストもお待ちしています。日本語耳ポッドキャストは毎週木曜日の更新です。じゃあまた来週。じゃあね。